倍量になったかのようにお弁当にも身をほぐしてから交互に並べてコーライスっぽい仕上がり。ごきげんよう、あすママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。今週は2回に分けました。その前編です。チャンネル登録もお願いします。ヤンニョム豚バラ焼肉 100g あたり158円で2909円です。デリカコーナーの新商品です。加工日は今日、消費期限はあさってです。野菜は玉ねぎ、パプリカが混ぜてあり、長ネギ、青ネギがトッピングされています。いかにも韓国焼肉っぽい長いバラ肉です。このまま金網や鉄板で焼いてからハサミで切るのが正解かもしれませんが、厚さがバラバラで塊もあるので切ってから焼くことにしました。フライパンでも構いませんが、私は油跳ねが嫌なので味付け肉はビストロのグリルで焼いています。すぐに食べない分は真空パックにして冷凍します。タレに唐辛子が入っているので色的にも辛そうに見えましたが、辛くはなくマイルドな甘辛で美味しいです。辛みが苦手な娘も食べられました。肉の硬さはコストコのデリカにしては柔らかめです。味は見た目通り濃いめですのでレタスと一緒に食べました。北海道産干し小米 100g あたり158円で1629円です。シーフードコーナーの新商品です。加工日は昨日、消費期限は明日です。完全に溶けているので再冷凍になっちゃいますが、真空パックにして冷凍しました。魚焼きグリルで焼きました。身離れがよく食べやすいです。タラ類ということでマダラに似た淡白なお味。干物なのに塩味は意外に控えめです。マヨネーズと七味唐辛子をつけて食べました。焼いた小米の実をほぐしてからチュモッパに入れました。雑穀ご飯にごま油、たくあん、韓国海苔、小米を入れて混ぜ 40g ずつ丸めました。茨城県産そら豆 1kg 868円です。鞘の筋を取ってから開いて中身を取り出します。薄皮ごと茹でる場合には黒い部分の反対側に切り込みを入れます。1リットルのお湯に大さじ1の塩を入れてそら豆を2分茹でます。黒い方を押すとつるんと中身が出てきます。薄皮を剥く場合には黒い部分を剥がしてから薄皮を剥くとつるんと剥けます。左側は薄皮ごと茹でておつまみに、右側の半分は茹でてからサラダに、もう半分は炒め物に使います。茹でたそら豆と赤エビ、カットしたパプリカと赤玉ねぎとゆで卵をすべてボウルに入れて和えます。このサラダのレシピはアメブロにも投稿しています。材料は概要欄にも載せてあります。カークランドシグネチャーアルゼンチン産赤エビ 908g 入り3338円から670円オフです。5月28日までです。メルマガ掲載品です。賞味期限は来年の2月です。約8ヶ月です。冷凍です。1個は 18g くらい、10個で 186g です。丸くなった状態で測っても6センチなので、冷凍むきエビとしては大きめです。下味をつけてから冷蔵庫解凍。急ぐときは塩水につけて解凍します。茹でてからサラダに入れたり、野菜と一緒に炒めてラーメンのトッピングにしたり、そら豆と一緒においマヨ炒めにしました。冷凍赤エビには生姜と醤油とお酒を振って冷蔵庫で解凍しておきます。油をひいたフライパンでそら豆を両面じっくり焼きます。一旦取り出します。フライパンにマヨネーズをひき、赤エビの水分を拭き取って入れて両面を焼きます。パプリカ、そら豆を入れて炒めます。オイスターソースを入れて混ぜ炒めたら出来上がりです。
お弁当にも入れられます。こちらのレシピはクックパッドとアメブロにも投稿しました。クマト 908g 899円です。原産国はカナダです。入り数は大きさによって変わります。これは 56g から 105g までまちまち11個入っていました。べちゃべちゃしないのでサンドイッチに向いています。美味しいので気に入ってます。赤黒いのを選んできていますが、緑色から赤色に変化していくので好きなところで食べれば良いそうです。肉厚なのでゼリー部分が少なめです。トマトとミニパルミジャーノレッジャーノをスライスして交互に並べて、バジルがなかったので代わりに輪切りのグリーンオリーブを乗せました。アボカドオイルとブラックペッパーをかけてカプレーゼ風です。ディナーロール36個入り558円です。12% 増量になってから買ったのは初めてです。1個あたりは 15.5 円。加工日は昨日、消費期限は明日です。なんかやっぱり大きくなってずっしりしてます。重さは 41g から 49g でした。大きさが 12% 変わるだけで全然違うパンのような、食べ応えはありますが小ささが魅力だったので残念です。サンドイッチにする場合はこのままスリットを入れるだけではパン量が多くてもさもさしてしまうので、半分こサンドがおすすめです。ディナーロールを半分に切ってからそれぞれにスリットを入れます。そこに具材を挟み込んで2つのサンドイッチにします。卵サンドです。半分こにしたことで底が安定しますし食べやすいサイズになりました。こちらは久世福のあんバターとホイップクリームです。あんバター&フルーツも美味しいです。左側はミネオラオレンジ、右側は2種類のグレープフルーツシラップ漬けを挟みました。ホイップクリームにバナナ、さらにホイップクリーム、クラッシュミックスナッツをかけてから、片方にはチョコレートソース、もう片方にはメープルシロップをかけました。ディナーロールは 12% 増量なのに半分こサンドにすると倍量になったかのように楽しめます。伊藤ハムミートボールサルチャ風ソース 210g が3パック1058円です。メルマガ掲載の新商品です。製造は佐賀県。賞味期限は6月9日です。約2週間です。サルチャソースはトルコや中東の家庭料理で使用されるトマトを煮詰めたペースト状の調味料だそうです。8分ボイルします。1袋には5個入っています。豚肉メインのアンガスビーフ入り。肉々しさはしっかりです。慣れ親しんだトマトソースのミートボールよりも香辛料が効いていて、ちょっとパンチのあるピリ辛です。娘でも食べられる程度の辛さですが、好みではないので食べません。主人と私は美味しいと思いました。一つ一つが大きいので食べ応えがあります。1個を使って半分こサンドにします。ディナーロールを半分に切ってからスリットを入れ、ロメインレタスの千切りを詰めます。トマトのスライスも挟みます。ミートボールを4つ握り2つずつ乗せました。パッケージ裏のアレンジレシピのスパゲティにしてみました。茹でたパスタに刻んだレタス、ミートボールは崩してから乗せます。そして粉チーズとブラックペッパーをかけました。タコライスっぽい仕上がりです。1人分 100g のスパゲティに対してミートボールは3個で十分だと思ったんですが、ソースが少なくてもさもさしました。この後オリーブオイルをかけて食べました。今週のお酒はサントリータコハイです。ファミマアプリでいただいたのでコストコとは関係ありません。メニューはヤンニョム豚バラ焼肉、そら豆と赤エビとパプリカのデリサラダ、北海道産干し米入りのチュモッパ、トマトとパルメザンスナックのカプレーゼ風です。残ったヤンニョムポークとデリサラダは翌日にディナーロールに挟みました。
マーガリンを塗った方にはデリサラダ、マヨネーズを塗った方にはロメインレタスとヤンニョムポークを挟みました。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。